いつもご視聴いただきましてありがとうございます。エーデルキャブセッティングの第6弾、今回はキャブレターのメインジェットの交換に入りたいと思います。今までボリューム1から見ていただいてた方がいらっしゃると思うんですけども、本当に感謝してます。正直できるようになってしまってくれればいいのかなと思ってはいるんですけども、キャブセッティングっていうのはキャブレターを触ってる人の数だけやり方があると思います。あくまでもこれで、今回動画でご説明するのは何通りもあるうちのたった一つのやり方だと思います。ちょっと変わったやり方をしたいと思ってますので、キャブセッティングに関しましてはまずエンジンにキャブレターが合っているかどうか、そこなんですね。前の動画でもありましたようにキャブレターサイズ、トルクの出る選び方、これでキャブレターを合わせていただければまずは OK だと思います。そして、エーデルブロックキャブセッティングの、ボリューム1でお伝えしたようにバキューム漏れがないかどうか、これすごく重要です。これバキューム漏れあってはセッティングも何も本当に出なくなります。でアイドリングですらもうままならない状態になります。今までボリューム1から、ボリューム5までアイドルミクスチャーセッティングまでやりました。でも本当のセッティングっていうのはこれからになります。まずはですね、空燃費っていうものもしっかりとできれば理解していただいてた方がいいと思うんですけども、ちょっと空燃費って難しいんですけども、この前にやりましたプラグの焼け色はワンワンでっていうやり方でいいと思うんですけども、キャブレターセッティングはプライマリーとセカンダリーがあります。でプライマリーは、前側最初に開くバレルの方です。でセカンダリーは後からドーンと開く方が、セカンダリーっていう風になります。ただキャブセッティングってなりますとどうしてもプライマリーから入りたがるんですね。やっぱり最初に開く方から徐々に合わせていこうかなっていう風に、そういうやり方もあります。大体そっちの方が一般的で入っていくところなんですけども、ただものすごくセッティングを出すまでにそれは時間がかかってしまいます。僕のやり方っていうのは最短最速で決着をつけたいっていうやり方でいきたいと思います。ですから今回お伝えする本当に何万通りもあるセッティングの中から一つのやり方ですけども、セカンダリーから合わせていくっていうやり方です。でセカンダリーから濃いところからドーンと合わせていって最後薄めていく。やっぱりキャブレターのセッティングは濃いところからやった方が安全です。薄いといきなりブローしたとか焼き付いた、そういったこともありますので、そんなちょっと攻めたやり方でお伝えしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。そして今回は6つに分けてご説明します。まずはですね、1番ジェットの見方。これちょっとエーデルブロックのメインジェットとかロッドとかってややこしいんです。でそこをご説明していきます。そして2番350エンジンで僕が感じたことです。馬力での燃長の変化、そういったものもお伝えしたいと思います。そして3番350エンジンで ZZ シリーズなど350馬力ぐらいの、スペックのあるエンジンでのセッティング。そして4番350エンジンで180馬力ぐらいだったらどうなっちゃうのっていうような、でそういったところのセッティング。そして5番、327、305、これ600のキャブレターなんですけども、それで140馬力ぐらいのエンジンだったらどういう風にするの、こういうやり方です。そして最後6番、最後の、スパイス的な仕上げになります。これジェットを変えますと今までやってたものを少しずつ微調整が必要になってきます。そして最後バシッと決めたいと思いますので、そんな形でよろしくお願いいたします。では1番から始めていきたいと思います。ずっと使ってきました、キャブレターですね。使うキャブレターはエーデルブロック 1405-600CFM、 そしてそれ用のキャリブレーションキットエーデルブロックナンバー1479の、キャリブレーションキットになります。これを開けてみますと
と、このように、一番上の段、これがメインジェットになります。そして真ん中がロッド。そして一番下がステップスプリングになります。そして説明書の方ですね。説明書の方がこういった感じになってまして、そしてこの、玉みたいなやつがずらずらっとあります。これがキャリブレーションチャートっていうものになります。真ん中の1番、これど真ん中にあるのが、全くいじっていないキャブレターが工場から出荷時の状態です。大体皆さんこの状態で乗ってると思います。そしてこのチャートはですね、右に行けば、燃料が濃くなります。そして左に行けば、燃料が薄くなる。何番にしたらエンジンに合わせられるのかっていう合わせ方になると思います。まずこのジェットの方の番号なんですけども、これがですね、1番でいきますと、これ左側の一番上ですね。ジェットスタンプ ID、これがナンバーになります。この小さい粒をですね、こうずーっとズームをしていきますと、ここのところに、番号が入ってます。で、それが120の400って入ってますので、それが1番のジェットっていうことになります。そして今度ロットです。ロットも同じように小さい字で書いてあります。そこは、70-47ではなく、7047と書いてあります。それはちょっと目のいい方に見ていただいた方がいいと思います。僕も20年ぐらい前はよく見えたんですけども、全然最近はメガネをかけようが何なのか、もう虫メガネ必要になってきますので、かなりこれ細かくて見づらいです。間違わないようにしてください。もう6と8なんかも同じように見えちゃいます。キャリブレーションキットを使ってでのセッティングです。必ずセッティングにはターゲットを決めて行った方が絶対いいと思います。キャブセッティングの方は、こちら、プライマリー前側の方と、あとセカンダリー、後ろ側の方のバレルですね。この4つのバレルで構成されてます。そしてこのプライマリー側の方、こちらの方は、メインジェットとロッドの組み合わせでセッティングを行っていきます。そしてセカンダリー、こちらの後ろの方はドーンと全開の部分ですので、メインジェットのみでセッティングをするような形になっていきます。そして今回、狙っていくターゲットなんですけども、アイドリングとクルーズ時で14、そして全開の時で 12.5 対1で合わせていきたいと思います。ただし、セッティング方法っていうのはいろんな方法がありまして、このアイドリングから決めて、こちらのプライマリー側の方をいじりまして、まずクルーズの方を決めて、そして最後に全開っていう風に順番を追ってやる方の方が多いのかもしれませんけども、今回セッティングの順番はちょっと僕のやり方でやっていきたいと思います。まず僕のやり方ですと、前回の 12.5 対1っていうところから合わせていきます。そしてこの 12.5 対1っていう合わせ方は、プラグの焼け色はワンワンでって、そのやり方でやっていきたいと思います。そして次にクルーズの14対1、最後にアイドリングを合わせていくっていうような、ちょっと逆のやり方でやっていきたいと思います。次、2番いきます。350エンジンで感じたこと、馬力での燃焼の変化、少し、表にまとめてみました。まず、600のキャブレターを買った場合に、ここの1番、ここの真ん中のところになってるわけですね。で、これはですね、だいたい350で260馬力ぐらいのエンジンであれば、このキャリブレーションキットを買う必要性ないと思います。だいたいここに合わせてあるんじゃないかなって思いました。そしてこちらの表です。購入したままの600のキャブレターですと、アイドリングの方はアイドルミクスチャーで調整したとしまして、ドーンとそのまま全開していただきますと、ほぼほぼこの 12.5 対1ぐらいの、プラグのいい焼けをします。そして高速道路か何かをこうクルーズしている時ですね、こう巡航している時はほぼほぼ14.2 とか 14.3 ぐらいのいいクルーズになってます。それで、ほぼほぼこの加速エリア、このステップスプリングの方も大体合ってきてるので、メーカーさんは大体この260馬力ぐらいのエンジンをベースにキャブレターをセッティングして出荷してるのかなっていうのは感じました。ただし350で260馬力のエンジンっていうのってなかなかないんです。ただアメリカでは結構クレートモーターとして
この260馬力仕様っていうやつは、結構売ってるんですけども、なかなかちょっとここに合致するのがないのかなって思います。ただ、GM パフォーマンスですとか、まあ、いろいろと、ありますけども、260馬力ぐらいの350エンジンを購入された方は、600のキャブレター、そのままポンとつけて、そのままセッティング出ますので、それで、楽しんでいただければいいと思います。それがちょっと僕の感じたところでした。次、3番いきます。350エンジンで ZZ シリーズなど350馬力ぐらいでのセッティング。ここからちょっと面白くなってきます。600のキャブレターを使って、350エンジン、そして、350馬力ぐらい、これをセッティングする場合なんですけども、このままストック、工場出荷時の状態でいきますと、やっぱり馬力があるんで、いくら350といっても薄くなってきます。そこで、まず、セカンダリーですね。この全開エリア、このところから合わせていきたいと思います。こちら、セカンダリーのジェットですね。それで、セカンダリーのジェットをまず、ステージ1、リッチ 4%。これで、4% を少しセカンダリーだけ濃くしてあげようっていうやり方です。そうしますと、ジェットナンバーが120の、398。このジェットを入れてください。そうしますと 4% 濃くなります。だいたいここの部分っていうのが、12.5 対1ぐらい、だいたい出てくると思います。でももうちょっと濃くしたいかなっていう雰囲気もあります。そして次です。今度はプライマリー、こちらの前側の方ですね。そちらの方は、この1番そのまんまの状態でもプライマリー側はいいかなとは思うんですけども、少しここも濃くするようでありましたら、まずこの5番、ここ狙っていきたいと思います。これはですね、ジェットの方は120の400。これは1番で入ってんのと全く同じなので、特にジェットはいじらないです。プライマリー側の方。その代わり、こちらのロッドだけ変えます。ロッドの交換の仕方は、この蓋を開けて入れるっていうやり方なんですけども、このロッドナンバーが6842っていうものを、これに差し替えていただければ、約 4% ちょっと濃くなります。それでプラグの焼けを見ていただければいいと思います。でもここは、おそらく何もいじらなくてもいいところが出たと思うので、ちょっとロッドを変えて濃くしてあげるっていう、そういうやり方があります。それで大体いいとこ出るんじゃないかなと思ってます。次、4番いきます。350エンジンで、じゃあ180馬力ぐらいだったらどうなのよっていう、そういうところでいきます。600のキャブレターでドーンと全開にした場合、ここのエリアなんですけども、これだと若干濃く出ます。12.5 ではなく、だいたい12対1ぐらいで出てしまうことが多いんです。そうしますと、なんとなくこの辺から走っていて、ガソリン臭いなって感じる方もいらっしゃると思います。そこで350、だいたい180馬力ぐらいのエンジンでしたら、こちらですね、この3番を狙っていきたいと思います。3番の場合は、まず、セカンダリーのメインジェット。これは特にストックのまんまで変えません。その代わり、プライマリーの方ですね。こちらの方だけ交換します。プライマリーの方も、特にジェットは変えません。そのままでいきます。ロッドのみでいきます。で、ロッドだけで約 4% 前のプライマリー側の方だけを薄めてあげます。そうしますとガソリン臭さもなくなりまして、ドーンと踏んだ時は 12.5 対1。そしてクルーズの時はだいたい 14.2 ぐらいの、燃焼が出てきますので、これで快適に走れると思います。加速エリアの方は自動的に合ってきますので、心配はいらないと思います。もうそろそろ気づいていらっしゃる方も多いと思うんですけども、基本的に、セカンダリーのジェットはいじったとしましても、プライマリー側のこのジェットっていうのはこの星マークがついているもので、特に交換はしてないんです。それで大体この範疇で合うようにエーデルブロックのキャブレターっていうのはできてるんですね。そこのところがしっかりしてると思いますので、簡単にセッティングが合うようになってます。第5番327 305エンジンで140馬力ぐらいだったらばどういう風にセッティングをするか、これは一番問い合わせが多かったものですね。大体これで悩んでる方がほとんどだと思います。
327とか305でしたらば、ほぼほぼキャブレターサイズは500の方が合ってるかなと思うんですけども、500でもだいたい190馬力ぐらいの設定になっているので、やっぱりジェットをいじった方が調子はいいと思います。ただやっぱりほぼほぼの方が600を積んでいらっしゃいますので、その600で合わせていくにはどういう風にしたらいいか。そうしますとチャートはこちらになります。全体的にやっぱり濃いので薄くしてあげるっていう方向になると思います。まずはセカンダリーの方ですね。セカンダリーのジェット、こちらを、リーンの方、薄くする方の、ステージ 1、4% を薄くします。その時の、ジェットのナンバーが、120392っていうジェットをセカンダリーの方に入れてください。そして今度プライマリーの方ですね。プライマリーの方はこれ、13番狙っていきます。これはですね、こちらのプライマリー側も、4% 薄くします。それは、まずジェットの方は120の400、これですので、特にジェットの方はやっぱりいじらないです。ただこれもロットの交換だけになります。ロットの方は、7352、こちらの方のロットを入れていただければ 4% 薄くなります。でプライマリーとセカンダリー両方 4% ずつ薄くなっていきます。そのままでしたらば、だいたいこの全開エリア、ここのところがですね、12対1ぐらいになってしまってると思うんです。そしてこのクルーズエリア、ここのところも、だいたい13対1ぐらいで走ってる方が多いと思いますので、やっぱりこう渋滞はまったりとか、ゆっくり走ってる時なんかはガソリン臭かったりとか、やたらとプラグがやっぱり黒くなってしまうとか、そういったトラブルを抱えている方が多いと思いますので、これは全開でも 4%、そしてこのクルーズでも 4% 薄くしてあげるっていうことによりまして、非常に快適に乗れるようになってくると思います。6番、最後のスパイス的な仕上げ、これはですね、自動的に合ってきます。大体今回のターゲットがアイドリングとクルーズで14対1、全開で 12.5 対1っていうターゲットを決めてやってきました。全開から合わせていただいて、次にクルーズを合わせる。そうしますと自動的に、ここの加速エリアですね、ここのところが合ってきます。ただここをバッチリ合わせたいってなりますと、前回やりましたボリューム5のステップアップスプリングの交換、この動画を見ていただきますと、全体的にこれジェットが変わってくるとこういった負圧も変わるので、ここら辺のスプリングの硬さも変わってくると思います。そうなりますと今度はアイドリングの方もですね、今度やっぱり変わってくるんです。全体的に絞れる方向になります。薄く薄くってやっぱり目指してやってきてますので、アイドルミクスチャーの方も必要以上に開けなくなりますので、今度ガソリン臭くなくなるわけです。アイドリング中にガソリン臭いとかプラグが黒くなってくるっていうこともなくなって、今度は全体的なセッティングも簡単に出るようになるんですね。それはもうボリューム3とボリューム4のアイドルミクスチャーの調整、この動画を見ていただけますとそこら辺は合わせられると思います。キャブレターセッティングっていうものは点火時期っていうのもだいぶ絡んできます。この点火時期が合っているともうなおさら良い感じになると思います。それでじゃあ点火時期は何度ぐらいがいいのとかって、これいろいろちょっと動画で説明するっていうのが非常に難しいんです。近々なんですけども、僕が作った改造デスビっていうのがあるんですけど、簡単にセッティングが出るデスビ、これもちょっと動画でご説明したいと思います。まとめていきますと、まず全開を合わせます。そして次にクルーズのところを合わせます。そうしますとおのずと加速エリアが合ってくるので、そこはステップアップスプリングで再度見直す。そして最後にアイドリング、アイドルミクスチャーは、より絞っていけるようになりますので、ガソリン臭くもならずにプラグもちゃんと綺麗にきつね色になってくると思います。あとは細かなトラブルシューティングですとか、そういったものもちょっとやっていくかもしれません。最後までご視聴いただき本当に長い間ありがとうございます。